こんにちは、みえこです。今日は前回の作品に続きブルーの配色で作ったシンプルなトートバッグの作り方をご紹介します。しっかりとした形に仕上がるようにまちをステッチで仕上げました。それからサイドにスナップをつけたので形がきれいに整いますよ。それでは作り方のご紹介です。まずは3種類の布、このように合わせてこれを縫います。3本全部縫いますよ。縫い終えたら縫い代にアイロンでプレスしてください。そしたらこれをカットします。いろいろな組み合わせで作ってくださいね。でも3色ですよ。で、このように並べたら順番にまた縫います。縫い代の倒れる方向に注意しながら縫いますよ。このように3枚ずつ縫います。そしたらキルト綿の上に乗せて縫います。このように重ねてくださいね。そしたらこれをミシンで縫います。そしてきれいに布を整えてからもう一列の布をのせます。で、ここもまた縫いますよ。このように縫います。そして端の残っているキルト綿の残っている部分ありますよね。そこは横の布です。まちの部分ですね。これは重ねただけです。縫ってませんよ。そして接着キルト芯の上に乗せた布を接着します。しっかりと接着したところでまちの布部分をカットします。そして3本ステッチしました。中央と3センチずつ離れたところを縫ってあります。お好みで縫ってくださいね。
次に表側のトップにキルトまたは刺繍をします。ガイド線を引いてあるときれいに縫えますよね。はい、このように縫いました。2枚とも縫ってくださいね。次に余分なキルト綿を切ります。そして切るとして縮んでしまうので、この大きさに合わせてまちの布もカットします。続いて底のパーツを作ります。この横のまちの布と同じ大きさにまずは表布をカットします。ちなみに大きさはこの大きさです。そしてキルト綿と裏布、接着芯を同じ大きさで用意しました。それをまずは接着してください。そしてこれを合わせてミシンで縫います。裏布を見ながら縫うと綺麗に縫えますよ。はい、このようにできました。そしたら表布とまちの布をこのように合わせてミシンで縫います。これ早送りですけど、実際はもっとゆっくり縫ってくださいね。この大きさに合わせて裏布をカットします。サイズは目安ですよ。トップと同じ大きさにしてくださいね。そしてポケットをつけます。中表にして返し口を開けてミシンで縫います。縫ったら角の部分をこのように折って表に返します。そして返し口を閉じてアイロンできれいに折ったら裏布に縫います。縫い付けの位置はここですよ。で、ミシンで縫ってください。最初に入れ口部分ステッチするのを動画撮るの忘れましたので、皆さん縫ってくださいね。そしたらこの2枚合わせてもう一度ミシンで縫います。
次にこのトップ2つをミシンで縫います。はい、このようにできます。そして中央に印をつけて底の布を縫います。底の中央にも印をつけてくださいね。この2枚を合わせて針で留めます。中央から印を合わせてくださいね。そしてミシンで縫います。角に行ったらそのまま縫い進まないで一旦返し縫いをしてこのように折り直します。そうすると角の部分がきれいにできますよ。底の部分のこの布端は一旦返し縫いをして針を上げてください。そして一周縫います。このようにね、そしたら裏布を中に差し込んで革入れ口を針で留めます。そしてここをまたミシンで縫います。一周縫います。縫い終えたらこのように裏布を中に入れて革入れ口にステッチをします。一周縫いますよ。はい、このようにステッチします。そしたら今度はまちとの境の部分をステッチします。とても布が厚くなっているのでゆっくり縫ってくださいね。そして角のところに来たらやはり一旦返し縫いをして縫い始めるといいですよ。はい、表と裏このように作りました。そして裏布をきれいに合わせて底布と縫い合わせます。手縫いで縫いました。ちょっと裏布短いかなと思うぐらいが綺麗にできますよ。手縫いでまつり縫いをします。
そしたら表に返してほぼ完成ですね。はい、裏布すっきりしています。今度は持ち手をつけます。今回はこのような竹の持ち手があったので、これを縫いました。ちょっと太い糸で縫うといいですよ。しっかりして丈夫になります。はい、裏布まで通して縫いました。次にまちの部分にスナップボタンをつけました。これクリアでなかなかいいですよ。はい、完成しました。シンプルで簡単にできるトートバッグの作り方でした。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。